こんにちは、 SBFJ 利根川です。今日も国道4号バイパスをひたすら北上。目的地は宇都宮のちょっと手前にある野池。荷物をまとめて背負ったらエッサホイサと階段を降りていきます。池が一段低くなっているので風の影響を受けにくいかなと思っていましたが、思ってた以上に風を受けます。何箇所か空いてるところがある。ここか、ここもいいな、雰囲気いいな。島の向こうが見えるあの辺で台出そうとしてましたが、坂本さんがここの方がいいということでここでやらせていただきます。向かい風ですが、まあまあ頑張ります。よしよしよし、釣り台の準備が完了しました。この足元の雰囲気がなんかのっこみっぽくていいですよね。のっこみっぽくて雰囲気ありますよこれ。いや全然のっこみとかすぼ慣れとかそういうあれじゃないんですけど、この池は。いやー、なんかちょっと準備体操になればいいな。ここから始まるのっこみライフ。いやだ、のっこみじゃないんだよな。意外と水きれいなんですよね。ここで坂本さんや15尺から17尺ぐらいがいいというので15尺で狙ってます。やわら竿は月光やわらの15尺、やわらの15尺、仕掛けの道と 1.5 号の15尺です。竿をついで仕掛けをセット。浅いと聞いているので針はつけずに重りだけつけて水深を測ります。水深が60センチないくらいなので、浮き込み50センチ55センチぐらいなので、ドボンにしちゃいます。あの辺をドボンで狙います。激浅の池の美味しい水、やっぱり澄んでる。意外と澄んでるな。確保。今日も餌を綿ぐるにシンベラ底メインで芋黒おまじない程度に入れていこうと思います。コンパクトタオルを吸水。風が強いので先にポケットへ。ゴミは必ず持ち帰りましょうね。吸水。水温はそこまで冷たくないんですね。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる。準備をしていると近くに住む坂本さんが遊びに来ました。差し入れがめちゃくちゃ多い。コーラだけいただいて残りの準備をパパッと終わらせてしまいましょう。そうですね、ちょっと柔ら大丈夫かなって、右左狭いんで怖いんですけど、乗されたら強しに変えます。じゃあよろしくお願いします。1投目です。よろしくお願いします。今の時刻はお昼前。今日はのんびりスタートです。水深も久しぶりの激浅なのでどうなるか。坂本さん曰くすぐ寄るはずとのことでした。これは開始から5分、3投目。
いくら夜って言ったって開始から1時間くらいは淡々と餌を投入して、そこからようやく反応が出始める感じかなと思っていましたよ。私は思ってました。2分ほど時を飛ばしたらその時がやってきます。うわ元気最高にいいですね。おお、寄ったっすね。網も用意してない。おお、寄ったんですね。早いな。マブラさん小さくないですもんね、これ。これ柔らだときつそうですね。ありがとう。元気だな。すんげえ横っ走りでした。切られた足に突っ込む感じ、まさにノッコミの練習って感じです。最近ヘラブナマブナ問わずこのサイズの魚はかけていなかったので、久しぶりに竿をぐんぐん曲げて楽しいですね。竿は15から17尺くらいがおすすめという話だったので、15尺から始めて反応がなければ伸ばすかなと思っていましたが、とんでもないですよ。まあでも生き物がこういうことはもう今の動きで分かりました。忘れちゃってんじゃないな。もう片方が回ってるだけだ。いや、すげえなダッシュ。あ、こうやって巻くんすね。あ、こいつ頭いいな。はい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 。あ、巻かれてこれやられる。あー、パワーある。今パワーありますもんね。はあ、食ってたけどお前やるな。ちょうど3時ある。マブラさん、いや引きますね。これでっかいのもいるんですよね。もっと引くわけですよね。ありがとう。しゃあ。セッサの6号。あまりにも負けるので竿を月光剛の15尺にしました。そのまま竿だけ付け替えです。今まではあまりやらなかったんですが、ここではいつもハリス12センチの17センチでやっていると聞きまして、試しに私もその長さにしてみました。剛に変えて2投目です。そうだな、動いてたもんな。沖で浮かせるいい練習ができますよ。あ、でもハリス短くするとコントロールも良くなります。まあ、竿も変わってるんですけど。よいしょ。マブナも綺麗。よいしょ。ありがとう。もう帰っていく時の行動が全部元気なんですよね。利根川といえば飯といえば利根川。今日は来る道中で食べてきました。外でご飯を食べようかと思いましたが、花粉がすごいので車の中で食べちゃいます。
買ってすぐですが食っちゃいます。決してお腹がペコペコだったからではありません。デンマークソーセージをトルティーヤで巻いて揚げた予想以上に質量のある1本を食べ、デザートはジェネリック丸ごといちご。美味しい。美味しいけど物足りない。でもお値段は半分以下なのでよし。しかしよく当たる。ヘラブナも釣れないことはないらしいですが、基本的にはマブナばかりのようです。できれば狙いたいところですが。いやーでも久しぶりに竿をしっかり曲げて楽しいな。すごい火だ。ちょっとサイズアップ。おまぐらさんありがとう。ましたが、そこに土煙が出てたりするんで、魚やっぱでももっと手前にもいそうですね。まあ、あの感じでいますよね。これは久しぶりの空振り。逆に嬉しい。でもあんなでも小刻みな動きだと食ってないんだ。やっぱりチュンと動いただけなので食っていませんでした。でもまさか空振りをして嬉しくなるとは思いませんでしたね。多少合わせるのが遅れていたとしても、まあ何があっても食ってたので、しばらく当たりをダイジェストでご覧いただき、ダラダラとお話しさせていただきますが、最近本当に暖かくなってきたので鼻がムズムズし始めました。いや、正確にはズルズルし始めました。こいつは随分威勢がいいですね。ちょっとサイズアップしたのかな。これ柔らじゃ止められなかったなお作りになっちゃったんですけど、どうでしょう。めちゃくちゃ引いたマブナさん。腹がでかい気がしたけど、こう見るとそうでもないな。でかい気がする。何はともあれ、ありがとうありがとう。何でしたっけ。そう、花粉症の話。花粉症の薬を飲んでいるとはいえ、準備で釣り台を組み立てるときは酸素をいっぱい吸入するので、花粉を一緒に吸い込んでしまい、その後が辛い。それもあって最初マスクをしていました。釣りを開始してからはちょっと邪魔になるので恐る恐る外してみましたが、大丈夫そうです。とはいえこれからマスクをしててもダメな時期がやってくるので、マスクは許してください。食ってなさそうに見えましたが食ってました。ありがとうマブナさん、ありがとう。寒い時期によく着ていたボアフリースも静電気で花粉を呼び寄せて吸着しそうなので、できる限り着たくありません。空振りがむしろ嬉しい。部屋に車に花粉がいるともう大変なんです。くしゃみが止まらなくなって、くしゃみをするだけならいいんですよ。その反動で背中周りと腰にダメージが蓄積。いつのタイミングか一気にパーンと破綻するタイミングが訪れます。のっこみの春を前にして目前にしてそうなったら悲しすぎる。またマブナさん、太鼓あるな。はい、ありがとう。せっかくなので買ってきていただいたたっぷりクリームのダブルシューいただきましょう。いただきます。ダブルのクリームいただきます。生クリームとカスタードクリーム合わせて最強。
ここに来て当たりがかなり遠くなってきました。さっきまでの最初の感覚だったら、まあもうですからもう2投目入れてるぐらいですよね。飛ばされましたねかもしれないですよね。あー、いるな。目乾いて瞬きしちゃったんですけど、食ってました？当たってました？おお、よし、完璧っす。ありがとう。当たりが遠いから18にしよう。ここで坂本さんがいつもやるときは右寄りに餌を打つとのことだったので、私も右寄りにしてみましたが、こっちはのっこみ感があっていいですね。この水に枯れた足やヨシが反射して雰囲気抜群です。あとこのタイミングで浮きの位置を調整しました。寒い時期は激浅水深のドボンをやらないので、セッティングを度忘れしていました。浮きの位置がかなり高かった。竿を手前に引けばそれっぽく3メモリ2メモリの表示にはなっていましたが、送るとボディが出ちゃうくらいだったことに皆さんは気づいていたでしょうか。最初の調整はもっときっちりやるべきですね。適当にとは言いませんが、かなり油断してました。でもこういうタイミングでノッコミを前にして改めて再確認できてよかったです。すげえな次の餌か玉っころ作るかって思って、そしたら回収しようって思ったら入りましたね。片方の針がついてたので、片方の針が飛んでたので何かがもう片方にもくっついてたのかも。このサイズで走りはしないものな。よいしょ。でもありがとう。餌がなくなってしまったので、坂本さんがいつも使っているという式に芋グルを1対1で混ぜるという餌を使っています。最近芋を減らしていましたが、改めて芋が半分入っているブレンドはなんかホッとしますね。実家のような安心感というんでしょうか。そもそも最初の頃、芋グルと綿グルを半々でブレンドして使ってましたからね。この餌となら心中できる、そういう自分のブレンドを求めて、とはいえ軽い重い、ばらけるばらけない、グルテン繊維の強い弱い、その辺はある程度調整できないと辛いので、引き出しを増やしていきます。
芋できました。マブナさん、久しぶりのヒットですな。もう暗いけどありがとう。太陽がだいぶ下に傾いてきちゃいました。右も左もいい雰囲気。暗くなる前までやろうかと思っていましたが、帰りの道も混みそうですし、左手も少し疲れていたので、明るいうちに終了。身近な浸水スペースっていうのは本当にありがたいです。素敵、雪が動くって素敵。楽しかった。しびれる釣りもいいですが、雪が動きまくるこの釣りも楽しいです。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してね。帰りはひたすら国道4号バイパスを走ります。1時間半も車に乗っていれば辺りは真っ暗。夜ご飯を食べましょう。今日はネギラーメンにチャーシューも入ったネギチャーシュー麺中盛りで祝杯です。ヘラブナは釣れませんでしたが、よく動きました。ごちそうさまでした。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひ評価ボタンを押していってください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。